あ、声入ったね。こんばんは。さて始めましょう。ヘッドスピーカーです。皆様、森田隼人です。拍手。いいでしょう、いいでしょうね。今からシェフの設計図について話します。皆様、牛の土畜ですね、見たことありますか？まずね、スタンディングボルトっていう銃を使って眉間を撃つんですね。そうすると意識がなくなります。その段階で、頸動脈を切って足にロープをつけてね、裏返しにして、そのまんま心臓のポンプの力で血抜きを完成させます。胸を割り内臓を出して、これは検査に回しますね。でその後首を落として皮を剥ぎ、牛っていうのは肉に生まれ変わるんですね。1年間で土畜される、牛の数っていうのは食肉で全部で100万頭です。1ヶ月に直すと8万4000頭、和牛はその中でも3万5000頭いるんですね。A5 番の格付けはこれは 18% しかありません。生きるっていうことは息をしている食べ物、命を食べるっていうことです。僕はシェフなんですね。しかも焼肉のシェフです。昨日食べた晩ご飯は覚えてますか？今日の昼ご飯は意外と覚えてないです。忘れがちですよね。真面目に食べてるんですよ。でも忘れます。僕がシェフとして考えるのは、美味しい食事ってどれぐらい食べれますかっていうことです。人はね、3分の1自分の歯がなくなると美味しいと感じなくなるそうです。平均年齢65歳で日本人は入れ歯が3分の1になるんです。つまり僕たちが10歳からご飯を食べれたとすると、全部で美味しい食事は2万食しかないんですね。その2万食のうち、仮に40歳の人でもう 45% しか残っていません。食材を食べるということはダイレクトなコミュニケーション、異物を口の中に体内に入れるっていうすごい大きなコミュニケーションをとってるっていうことです。僕のシェフの定義はね、食材を知り、そしてその調理法を考え、ポテンシャルを最大限に引き出すこと、これがシェフの定義です。そしてめちゃくちゃクリエイティブで世の中のこととか未来のことを考えている人です。僕は肉と日本酒を使い、そして日本で初めて焼肉のシェフになりました。さらに僕は実はプロボクサーでもあるんですね。国家資格を持っている建築家でもあります。変わってるでしょ建築をやるっていうのはね、なかなか難しくって、実はですね、僕の経歴がちょっと変わってて、建築設計事務所に大学を卒業してから入るんですけれども、で出て働いてから、卒業して25歳で資格を取って独立します。でもシェフになることは考えてなかったんですよね。ずっとなんかこうカッコつけてええもん作りたいなと思って参考書読んで、それから、自分がええなと思うものを作っていくんですけども、なかなかそれをクライアントが、うまいこといけへんみたいなことで、それを作ることは難しいんですね。でもクライアントのおかげで、そういうことができることもあるんですけれども、やっぱり素材のことを分からへんくって、ポテンシャルを見極めてないから、コンペで優勝したことがあるんですけれども、結局工事を始めると、素材の耐久力がなくって、僕大恥をかいちゃったことがあるんですね。素材を見極めないとやっぱり建築っていうのも建物につながらへんと、これはまた難しいことで、素材を見極めて積み上げることが建築だっていうことを学んでいくんですね。で特になんですけれども、法律っていうのを分かってないとこれはまた建築っていうのも難しいです。でもう不景気でした、とっくに。でもう僕たちがね働ける環境っていうのがもうほとんどなかったんですね。それでも公共事業が1円入札とかっていうむちゃくちゃな時代が来るんですね。1円でもうほんまだ何千万っていうのをやらなあかんんですけども、それが1円になるとバブルはとっくに弾けてて、若い時ってキャリア積まないとダメじゃないですか。でもそのキャリアを積むための仕事がないんですね。どうしようかなって考えて、でもしゃあないと、だから今同年代の建築士で残ってるやつはすごいですよ。才能があって拾ってもうてて、さらに耐えてるからものすごいんやろうなと思います。僕はそこで取ったのは、これはしゃあないとなって、日本で一番大きい会社に入るんですね。お金持ってるとこ、公務員です。その時に東京出てきて公務員になって、で都市計画やるんですね。でもこういう性格なんで、なかなか相性がうまいこといけへんくて、結局辞めてしまうんですよ。これは仕方がないですね。で
東京から大阪に帰るってなった時にやっぱなんか負けた気がしますよね、東京におると。で東京にはなかなか帰られへんと、大阪に帰られへんと、東京でなんとか頑張りたいと思うんですけれども、どう頑張ってもやっぱり仕事がないんですね。で仕方がないんで暇なんで、僕はボクシングジムにずっと入り浸るんですね。でジムで、練習するんですけど、お金がなくてね、だからパンチが思うように打てないんですよ。でこれもしゃあないんですけども、で会長に弱いなってめちゃくちゃ怒られて、でもうある日相談したんですよ。すいません、あんまりご飯食べてないんでパンチ打てませんって。なんで？お金ないんですいませんって。だからてめえは弱えんだよって怒られてね、その日の夜にご飯連れてってもらったんですよ。ファミレスなんですけどもね。でメニューの端から端まで全部頼んでくれて、ほんでもう店員さんが乗り切れへんからこうやって持って待ってるんですよね。また怒られるんですよ。てめえが食うの遅えからお前店員さん困ってんじゃねえかって。俺何で怒られてんねんと思って。で食べるんですけど結局食われへんくって、すいません全部食べれませんって言ったら仕方ねえなって舌打ちして、でタッパー持ってきてくれて、次の日の朝ごはんと昼ごはん全部用意してくれたんですね。これ1ヶ月ずっと用意してくれたんですよ。ねえもう最後の方なんかね、もう今日中華にするとか聞かれたりしてねあ中華お願いしますみたいになってほんでなんか恩返しできへんかなと思って、でなんかできませんかって言ったら、てめえ俺にするとか考えてんじゃねえよ、後輩に返せよって言われるんですよ。後輩にか。でボクシングやから魚食べても相手倒せないですね、野菜食べてもそれ無理でやっぱ肉なんですよ。で焼肉やろうと思って、でなけなしのお金と身の回りのもん全部売って作ったんが 2.2 坪しかない立ち食いの焼肉屋六花会っていう立ち食いの焼肉屋を作るんですね。4畳半です。この4畳半の中に20人入るんですよ。こっからこの辺全部入るよね、それで言うたらむちゃくちゃ。最初ねそれを作りたいって言った時にもう全員反対しますよね。金の無駄やって言って、誰が7人シェアして食うねん、衛生的に悪いやんけってなってね。でも僕何言うてんのかなって、絶対流行るやんって。だって食材を安く出せんやったらこんなに嬉しいことはまずないでしょ。こんなんね10年前にも考えてて、できればそういうことをやりたいなって。ほんでも難しいのはやっぱり肉の仕入れですよね。皆さん肉買う時ってやっぱりスーパーで買うじゃないですか。スーパーで買った焼肉やばいでしょこれあかんと。だから僕はすぐにその足で牧場行ったんですよ。どこでもええからと思って原付で走ってて、牛おったんで牧場主に「すいませんこの牛1頭ください」って言ったら「売れるか!」言われて「どうやって持って帰んねん」って、確かにその通りやなと思って、で僕それしかも乳牛やったんですよこれあかんってなっていやほんで牛ねどうしようかなってなって、それを聞いたら芝浦に土地場があるから芝浦行きなさいって言われて、でそこで初めて牛の土地の現場っていうのを知るんですよ。でも当時その10社しかね中に入られへんから素人は当然入れない、そんな見たことないでしょだって。で入られへんからどないしようかなと思って、門番にずっと船輪の芋ようかんを賄賂で渡すんですよ。これもなかなか入れてくれへんからもうしゃあないなと。でもたまに怖いお兄ちゃんに怒られたりとかするんですけど、ボクシングやってたんであんま気にしなかったんですけどもね。ほんである日やっとつながりができて入れさせてくださいって言ったら、立ち食いの焼肉そんな狭いところでお前うちの牛なんか扱えるかってやっぱ断られるんですね。それはしゃあないです。それでもすがりついたもう蜘蛛の糸やからなんとかよし登ったらやと思ってお願いしますって言うてたら、途中で面倒くさなったんでしょうね。明日ほんなら焼肉食いに行こうかってわけ分からへんこと言われて、で昼の12時に待ち合わせして会うたら、じゃあ今から焼肉12軒行くから一切れでも残したら商談なしなって言われたんですよ。もうフルコース食いまくりツアーですよね。で行ってとにかく出てきた肉をやたら食うんですね。3軒目くらいからもう吐きながら食うてましたもんね。食われへんから。でも取引先懇意してるところばっかりなんで、肉の切り方とかね、それから商売の仕方とかいろんなことを丁寧に教えてもらうんですよ。すごい勉強になってね。で11軒なんとか全部食べきって12軒目夜中の2時ぐらいに山梨の山奥連れて行かれたんですね。こんなとこに焼肉あるんですかねって出てたらドアバターンって閉められて、でそこの牧場主あと3時間ぐらいしたら起きてくるから挨拶したら昼頃芝浦帰ってきてって言われたんですよ。でブーンって行っちゃって、俺マジでこれ一人ぼっちになったんやって、満天の星空ですよ。なんやねんこれロマンチックな感じってほんで3時間ぐらいしたらやっぱ起きてきはって、で大きな声で挨拶した方がええかなと思ったから「あこんにちは」って言ったら「びっくりした!」って言われて話通ってなかったんですよねほんでもその人がええ人で牛の出産とか飼育とかブラッシングとか餌のやり方とかもう全部教えてくれたんですよ。偉い人でね。
でそれ終わってバスと電車乗り継いで昼2時か3時ぐらいに芝浦帰って「ただいま帰りました!」って言うたら「おかえり、ほんなら取引始めようか」って言うて僕の肉の仕入れが始まったんですよ。あの日のことは忘れないですね。むちゃくちゃ嬉しかったです。同じ感覚で200蔵ぐらい日本酒の酒蔵もありました。ほんでうまい日本酒と肉が出来上がったんで六花街のこの立ち肉焼肉屋が出来上がるんですよ。まあ話戻しますけれども、皆さんビール飲みながら焼肉食べてて肉焦がしたことありません？あれ良くないですよね。絶対良くない。ここ狭いんで肉焦げそうになったらレクチャーするんですよ。お客さんもう肉焼けてますからそろそろ食べてくださいねって。それがお客さんが覚えるじゃないですか。ほんの新しいお客さんにお客さんが教えていくんですよ。もうこれもはや革命ですよね。店員いらんもんそれで回っていくようになったんですよ。で、なんやかん言いながら、そういうことで、動いていくんですけれども、立ち食いにはやっぱり限界があるんですよね。僕肉もっと教えたいもん。牛好きやからもっと最高の食材で最高の調理法を使ってやりたいなって思うんですよ。なんであれですよね、焼肉屋さんって最後お客さんに依存するんですかね。そこで作ったのが死後現金、携帯電話撮影禁止、 SNS 禁止の初花一家っていう店を作るんですね。この初花一家は目の前のテーブルにドーンって肉を置いて部位一個一個説明しながら切り方説明して、でこれ何秒で焼いてくださいって言うんですよね。もう行きたくないって思ったでしょでも精子と母体を選んで作った最高の食材にすっごいアプローチを、みんなが食べたことないようなアプローチをするとめちゃくちゃうまい食材が出来上がるんですよ。ほんまにうまい肉。予約はね2年埋まったんですよ。日本で一番予約が取らへん焼肉を作ったんですね。僕はね面倒くさくてもいいんですよ。生産者と食材とお客様に最高に喜んでもらえるお店になりたいんです。お伺いしますけど、カルビってどこの部位ですか？ミノと上ミノの差って300円ぐらいあるけど、あれ何が違うの？イチボってなんでイチボっていうの？皆さんお金払うときにその支払いに責任を持って僕は払ってほしいなって思うんですよね。言うたらねそういうことだと思うんですよ。これ後で気づいたんですけど建築と一緒やなって思ったんですね。材料があってデザインがあって大工さんがおって建物ができるじゃないですか。食材があってレシピがあってシェフがおって料理が出来上がっていくんですね。大事なのはデザインでも大工さんでもないんです。僕が一番大事な思ってるのは材料と食材です。だってこれ太古から残った設計図ですもん。僕ら何にもやってないですやん。先人がいろいろ体験して経験してそれを口伝するんですね。で設計図っていう概念がないから形残してきたものがこの材料なんです。これ人に置き換えてください。僕らもそうなんです。僕らも太古の歴史があって残されてきたその材料なんですね。おのおのに性質があって成長をするためにおのおののあった成長の仕方を心でええか悪いかを勝手に判断してるんですね。でもみんな将来未来幸せになりたいからその一生懸命努力をして向かってるっていうことなんですよ。それをね僕は大きく思っていて未来に向かって走っていってるんですけど、皆様ここでねお伺いしたいです。嫌なこととか無理なことやってらっしゃいませんか？自分の設計図をちゃんと理解して動けてますか？活かせてますか？神様がくれた設計図を理解することは努力を楽しむことです。つまりこれは人生の料理のスタートなんですね。最後に皆様に文化というのは日本にはすごく多いです。特に日本は他国に誇れる文化が多いですね。文化っていうのは設計図の集合体です。人はその最たるもんで人が集まれば国が出来上がりますね。とても大きい。和食は特にその中でも世界遺産に登録されているものです。食べるっていうことは無防備になることでしょ。だから日本って平和なんですよね。すごく平和。日本の食文化は僕らの誇りです。その誇りを持って世界とつながってで食文化の原点を発信したいんですね。僕は日本の美しさの距離をゼロにして、世の中に発信していきたいと思ってます。僕が今やってるクロッサム森田っていうのは今度70坪の敷地面積に1日たった10人しか入れないんですね。日本で初めてプロジェクションマッピングを全方位に巻いて食材にストーリーを与えていくんです。もはやショーです。
そこに日本酒を合わせるんですね。そしてその日本酒が評価されて、僕は第12代の酒侍に叙任をすることとなります。次はね、今度 VR です。世界中で飲まれてる日本酒なんですけど、今どこで誰が作ってるか誰も分かってないんですね。パック酒飲んでるのと一緒やと思われてるんです。悔しいですよね。日本の QR コードを搭載して設計図の距離を縮めてね、簡単に食材を体験してほしいなって思ってます。テクノロジーと設計図を組み合わせると、食は最高の体験になるっていうことを僕はチャレンジしていきたいと思ってます。最初の牛を思い出してください。超可愛かったよね。これから皆様がこの後に食べる一食に感動がありますように。そして僕のこのプレゼンテーションがちょっとでもいいから断食の効果があればいいなって、そう思ってます。ご清聴ありがとうございました。今日この感動をクレーンプロデューサーと、僕を産んでくれたお父さんとお母さんに伝えたいと思います。ありがとうございました。